でうわー本物やーっていう完全ミーハーですね。まあ俺の中ではロリポップやから。もうミキも私ももうブワー泣きました。おー、みんながそこを理解してなかったっていう時代よね。はい、ポップとかロックの後ろを追いかけてたって感じです。行かな始まらへんから海外行こうみたいな、誰おるか知らんけど、でもやっぱ行ったらね、おったんですよ。おるねんな。おるんですよ。やっぱりおるんですよ。最初に海外のワック踊るので友達になったのは2004年の b ボーイサミットに行った時にアナ・サンチェスとかもおってワークショップとかもあって、ソニアっていうフランスで結構もう大御所さんになってると思うんですけど、と最初は友達になって、私たちがもうビデオとか持って行っとったからアナの映像を撮っとったんですよ。踊ってるのとか映像を撮ったら話しかけてきてくれて、送ってほしいみたいな、どうやってフランスに送ったらいいんやろうってもう分からへんからなんかデータにして、で初めはなんかそれを海外輸送したらいいんかとか思ったけど、メールで送れるらしいってめっちゃ調べて、まあそういう時代やもんな。今やったらね、あじゃあ YouTube 上げとくからとかできるじゃないですか。もうそんなんないですもん。アナ・サンチェスに最初に会った時はどうやった？感動しました。ブレイクダンスの映画見た？見てます、もちろん見てます。アナ・サンチェスのダッ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 ドーンワンサーポンがもうね擦り切れるほど見てますもんね。ちょっとこうふくよかにならはるけど、もう面影はバッチリあるし、もう色気はそのまんまやし、うわー本物やーっていう完全ミーハーです。まあ俺の中ではロリポップやからね。あ、そうです、ロリポップです。最初に来た時にうわロリポップやばーと思ってた。やばいですよ、ほんまにやばいですよね。もう空間支配されまくってぐさぐさ刺されまくってもうチーンですよ。切ったーと思った。思いました。本物やん。いや本物や、目の前におるっていう状態です。その時も私らもうわけわからんと言っとったから、車とかも借りてなくて、ロスで車なかったら動かない。そうなんですよ。でも全然知らんから、ただ行ったらええんやぐらいで、会場もマリオットホテルの地下でやりますって書いてあったから、でマリオットホテルで地下やって思ってたら、もうね海外あるあるで会場すぐコロコロ変わるから、もうわけわからへんってなって、その当時ベジと達也も来とったんですよ。安子さんたち何で移動するんですかって言って、いやもう分からへん、ここであるって言ってたのに会場変わりましたって書いてんねんとかって言って、ダメですよとかって言って、車で彼たちが、はい、送り迎えをして、めちゃくちゃ良かった。めちゃめちゃ優しい、もうありがとうベジって言って。だって会場変わった言うて何百メートル先とかじゃないやん。何キロ先とか。やばいです。もう行くまでの間の車からパッて見たら重工で穴開いてる、フロントガラス穴開いてるとかも見て、うわーとかってなりながら、なんかもうバーってこう捕まえられてる人とかも見ながら、LA 夜とかやし、アフターパーティーやからで、しとったスキーターも私たちを見かねて、もう分かったこの会場に変わるからって言って、スキーターも送り迎えしてくれた。なるほど。めっちゃ優しい。アーリーウップで練習をしてたらエリートフォースが下で練習しとったんですよ。ほんで挨拶に行こうとかって言って仲良くさせてもらってたんで、挨拶行ってなんやかんやとかって言うとったら、ストレッチが「そうや安子たちワックやんねやったらタイロンって知ってる?」っていう話をしてきたんですよ。タイロンなんてもうそら先輩方からワックといえばもうこの人ミーヤーって言ってソウルトレインとか映像をめっちゃもう見せてもらっててっていう存在やったんで、もうほんまにもう神のような存在で、今ニューヨークにおるらしいって聞いたんですよ。スキーターのお墓参り行こう、でその後ニューヨークに行こうって決めてて、ストレッチがニューヨークにいるトゥイーティに連絡取ってくれて、タイロンがどこそこにおるらしいっていう教えてもらって、ボリューム13でサイン取ったイエーイってなって、でそのまんまの足で行って向こう行ったら、最初にブライアンに会いに行こうと思ってて、LA のイベントでブライアンがワックを踊ってるのを見てたんで、あの人はワックもすごい人なんや、ニューヨークで BDC で教えてるって聞いてたんで、そこに会いに行こうってしてたら、たまたまその時がビリー忍者が亡くなって追悼の日やから、レッスンが全然ないんだと、でも夜に僕がやってるイベントがあるから、そこにおいでよって言って、夜にみんなで行って、1階がハウスミュージック流れてるんですよ。で2階がファンクとかが流れとって、でまず1階に行った時にハウスの曲でわーってワック踊ってる人たちがおったから、うわーってなって一緒になってわーってサークルで踊っとったんですよ。ほんなら上の階に行ってた後輩が「安子さん上でソウルトレインみたいな人がいます」とかって言うから、うわーって行ったんですよ。ほんならソウルトレインみたいなもう雰囲気もアフロして、なんかもうおしゃれな70年代の格好して女の子たちもめっちゃ踊っとって、でしたらその奥にめちゃめちゃワック踊ってる男の子がいたんですよ。私らもアピールしにわーって踊っとったら「なんでそんな踊りしてんの?」って言われて「いや実はこうこうこうで、ニューヨークにタイロンっていう人がおるって聞いたんやけど、まあ分からへんまんまとりあえず今ニューヨ
ヨークに来て2週間滞在すんねんとかって言ったら「僕タイロンのアシスタントしてるよ」おお、誰なんそれは。オースって覚えてます？私はアズアズって呼んどったんですけど、連絡先交換して「タイロンレッスン今もやってる？」って聞いたら「いや実はもう最近レッスンをもうやめようかと思ってやってない、でもせっかく会いたくて来たからなんとかこう会わしてほしい」って言ったら「じゃあやってもらえるか聞いてみるよ」って会うって言ってくれてるって言って、でフェイゼルっていうダンススタジオがあったんですよ、その当時ニューヨーク。もう今はなくなっちゃったんですけど、フェイゼルでやるって言ってるからどこそこに来れるっていうのを電話で聞いてすぐ行きます、もう30分以上前に行ったんですよ、もう下で待って、向こうも30分前にトコ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 って歩いてきはって、もうすぐに「はあ、あの人がタイロンや」ちょっとこうがっしりはしてはったけど、うわタイロンやってなって、もうそっからの出会いで、ボリューム13で気持ち入れて絶対に頑張ろうってミキとやって、アリウープで練習してたらエリートフォースが下で練習しとって挨拶行ったらその話になって、ストレッチがそれでつないでくれて、LA 行ってスキーターの前行ってここでっていうなんかこの流れが私ら的にはもうすごいドラマチックすぎて、行ったらそこで出会った人たちでつながってタイロンまで導いてくれたのはもう勝手にスキーターのおかげやって。なるほど、タイロンにあっていろいろなものが分かって今までのことが全然違うかったんやみたいなはあったの。全然違うというよりもなんかこうキュッて固まったって感じ。ああ、もやもやしてたんが確信に変わった。表現はやっぱりアームスなんやとか、でもそれも分からへんかったから、こういうことがあってこのジャンルが生まれたんやっていうのももう生き字引の人やから、その人から聞いて、私らもそんなに英語が達者ではなかったんで、でも一生懸命伝えようとするのを向こうも一生懸命拾ってくれようとするんですよ。分かった、ちょっとじゃあ踊りで見せるからって言って、フェーゼルで初めて会った時に一回座ってって言ってわって踊りを見せてくれた時に、ミキも私ももうブワー泣きました。ボロ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 で、向こうからしたら「なんで泣いてんの?」そうやんな。いやもうほんまに見てきた人がこの目の前で踊ってて、私らが見るなんかよりもレイさんとかチェリーさんとかダンさんとかの方が生で見たいやろうなっていうのを先に見た。そういうことを考える。いろいろ考えました。うわこれを私たちが見てんねやって言ってボロボロボロ。なるほどなるほど。泣きましたね。すごいな。すごかったです。でもあの衝撃もう今でも忘れないですね。ほんまに鳥肌です。ワックとパンキングは2個あるって私らは最初教わってたんですよ。ああ、なるほど。いろんな諸説がありすぎて、誰が正しいとか、誰が間違ってるとかはないんですよね、きっと。ワックはなんかこういうこういうなんか半円角というかこう描いてこうしならせるのがワックで、ババババババってこうバババババババって止めるのがパンキングって習っとったんですよ。そういうもう動きの違いとして習ってたってことで、2つあるって思ってて、でこれはもうソウルの中にあるって勝手にまた思ってて、それをもうタイロンにあったら絶対聞こうみたいな。それまではリムシスターはワックとして踊ってた、パンキングとして踊ってた。ワック&パンキングとかしてたと思います。もうそれぐらいみんながそこを理解してなかったっていう時代よね。はい、ワックとパンキングってなんていうのも話を聞いて、今またこういろいろね、話が出てきてるから変わっていってるんですけど、ゲイのカルチャーで生まれたやつだからすごい差別がひどくてっていうのも聞いてたんですよ。ストレートの人間はパンキンって言うんだよって言って、でも僕たちの仲間はこのジャンルをワックって呼んでるんだっていうふうに言わはって、私もミキも同じ思いで、そのダンスを生んだ人をすごくリスペクトしてるから、タイロンたちのカルチャーで生まれた彼たちが呼んでるワックっていうのを呼びたいけど、でもまあ私たちはストレートの人間やから、パンキングって呼ぶべきなんか、向こうからしたらストレートとゲイはもう全然違うもんやっていうところの世界から始まってる人たちやったから、私たちもリスペクトの気持ちを込めてワックって呼んでいいですかって言ったんですよ。ならもちろんいいよって言って、この踊りを愛してくれてるなら、なんなら呼び方なんてどうでもいいと、だから別にパンキングって呼んでもいいし、ワックって呼んでもいいし、好きに呼んだらいいよって言って、でじゃあ私たちはワックって呼ぼう、ワック&パンキングとかいろいろこう分からんまんま使っとったんですけど、綴りをその時に教えてもらって、WAACK だよっていうのを教えてもらって、もう帰って速攻全部のスタジオのもうそれに変えて「すいません私たちはこっちで表記を変えてもらっていいですか?」って言って、日本でじゃあワックとパンキングってどうやって流れてきたんですかっていう話をレイさんとかダンさんとかに聞いたんです。いやもともとはワックで入ってきたよみたいな、そっからまたパンキングって変わっていって、お前らがまたワックに戻したんやみたいな。なるほどな。
だからこうなってで、なんか両方存在したんでしょうね。あ、そうなんですね。初めからこうあるもんやと思っとったんで。でタイロン読んでイベントとかもしたんや、はい、その辺の。いやもうそれがさっきお話した私たち見れてこんだけ感動すんねやったら、もう大阪の上の人たちはもっと見たいやろうなっていうのもあって、たくさんの人にタイロン生きてるかどうかすら多分皆さん知らなかったと思うんで、生きてるよっていうので呼びたいんだけど、メールでとかその時は何やったっけな、マイスペースとかっていうのが流行ってて、あったねマイスペースメッセージとかっていうのも失礼やしって思ったから、毎年ニューヨークに行ったんでタイロン呼ぼうってすぐ決意して、それをチェリーさんに相談したんですよ。なんかチェリーさんもいろいろ相談乗ってくださって、タイロンに次会いに行った時に直接自分の言葉でオファーしたい、ちゃんとした英語を喋りたいから、チェリーさんの息子さんの渋みに英会話のレッスンを受けたんです。おー、なるほど。毎週こういう内容を話したいっていうのを全部英語に直して、発音も全部教えてもらって、それをもう持っていざ言う時にもうカンペないと言われへんからちょっと待ってって言って習ってんけどやっぱり習ってんけどこういう思いで呼びたいっていうのもしたかったから、こうイエスって言ってこうハグしてくれて、なるほど。よし。その時は泣いた。もう泣きました全員で連れてった人たちも全員で泣きました。なるほど。来てくれるって言って、でも向こうもすごい喜んでくれて、で日本に呼ぶってなって、もうそっからですよね。初めてそんな大きいイベントやるし、でタイロン君にやったらなんかイベントをかました方がええっていうので、でまたチリさんに相談して、ワックのバトルと、その当時にタイロンとめっちゃ仲いい同じチームやったクリーブランドが大阪におるよっていう話にもなったから、クリーブランドも呼んでロボットコンテストもして、でそこにダンさんもお願いして3人ジャッジでした。もう上の人たちばっかり。キャンディーやな。キャンディーです、ジャッジしてもらって、だから嬉しさと初めてでいろいろやりすぎて、多分めっちゃ迷惑かけたなと思います。でもすごい充実感あったやろ。充実感やばかったですね。すごい生き生きした顔してた。いやほんまにもう私たちも嬉しいんですけど、絶対もうみんなに喜んでもらえるっていう思いだけでしたね。タイロン出てきてもう一振りするだけでうわーってもうみんなが言ってるからさ、すごい何これっていう、このみんなの待ちわびてた感っていうか見たことないことに対するおお来ましたっていう、あんな久しぶりっていうか初めてぐらいな、ああいうのを見たっていうの。リムシスターを作るきっかけというか、ミキちゃんとの出会いとかその辺から教えて。はい、ミキとは旦那についてねはい、そうですね、マッチョですが、どういうきっかけで結婚するっていうことになった？高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。